内臓がこうついてるので、これをちょっと掃除してあげる。まあ2キロ鍋で。お疲れ様です。お疲れ様です。今日は何やら大竹部屋といえばのちゃんこ鍋を事細かに教えていただけるということで、今日はこの大竹部屋伝統のね、鶏のそっぷ炊きを今から作ろうと思います。有吉ゼミでもやっていたやつですね。まずこの鶏ガラですね。この鶏ガラ、こいつを水につけてたんだけど、この内臓がこうついてるので、これをちょっと掃除してあげる。こう指で。これはもう完全にその出汁を引く用ってことですかね。そうですね。これは出汁用の鶏ガラで、こういう内臓とかついてるとこう臭みだったりね、こう澄んだスープにしたいからこう濁っちゃったりするから、こう内臓をきれいに洗って、で水につけて血抜きをしてあります。内臓を取ってあげる。ソップ炊きのソップっていうのはどういう意味なんですか。このソップっていうのはこの鶏ガラのことで、この鶏ガラで出汁を取ったちゃんこのことをソップ炊きって言うんだけど、よくこう痩せ型の力士、ソップ型力士とか、太った力士はあんこ型なんて言ったりするけど、この鶏ガラのこの、わかる？鶏ガラのこのあばらみたいに、この痩せた力士のこうあばらが浮き出るぐらい痩せてる力士のことをソップ型力士って言うんだけど、そのソップっていうのはこの鶏ガラのこと。でこの鶏ガラで出汁を取ったものがソップ炊き、ちゃんこ。ソップでやっぱこう醤油をイメージするんですけど、まあそうですね。塩のパターンとかもあるんですか。別の味のパターン。まあうちはソップ炊きって言ったら、まあうちっていうか相撲界は多分そうだと思うんだけど、ソップ炊きって言ったら醤油のちゃんこ、甘い味付けの醤油ちゃんこ。もうこれは本当に昔から大砲部屋時代からの伝統。逆にそのあんこ型のあんこはどこから来てるんですか。魚のあんこ。あのあんこですか。へえ。まあ諸説あり。諸説。あんこの入ったおまんじゅうとかいうのもあるけど、あんことかわかる？わかります。深海魚のお腹がパンパンに膨れてあんこ型みたいな。さすが物知りですね。
まあ本当のとこは分かんないけど諸説ね。諸説はいよいしょでこのきれいに掃除した鶏ガラを湯がいていきます。これ鶏ガラっていうのは、うんこう市販のこう例えばスーパーとかでも売ってるもんなんですか？いや売ってると思うけどな、スーパーまあお肉屋さんとかはい。鶏肉屋さんとかスーパーでもこう冷凍の鶏ガラ売ってると思うんですよね。結構安い、1羽分で150円ぐらい。それ何キロぐらいなんですか、1羽分って大体。1羽分何キロ、いやそんな何キロもないけど、でも普通に家庭で、ね、もしやるんだったら1羽分もあれば十分出汁は引けると思うから、今日は3羽分ぐらい、34羽分ぐらい、力士10人分のちゃんこで。やっぱ全然違います。やっぱりまあ鶏ガラスープの素とかでやっても全然美味しいんだけど、やっぱりこう本当の鶏ガラで出汁取ってあげると香りというか、このガラから出てくる油とかもこう後でこうアクと一緒に油が浮いてくるんだけど、その油を別で取ってあげて最後にこう回しかけると、そうするとまたねその油の美味しさがまたそれはまた違う味になってくるんですよね、ガラスープでやるのと。最初水に浸してたのは血抜きみたいなそういうことですか？そうですね、血抜き、血を抜いてあげてこうまあスープをきれいにガラを炊くときにこう強火じゃないで本当にゆっくりした火で優しくこう炊いてあげるとこう澄んだスープになるんで、逆にこうグツグツ煮立たせるとこう白湯になってね、鶏白湯みたいな、またそれはそれで美味しいんだけど、ソップでやるときはこう優しい火で大体1時間から2時間ぐらい炊いてあげれば十分出汁は出るんで。なるほど。はい、じゃあその炊き方によってできるものが変わってくるんですね。そうですね。こうまあ白湯強く炊けばよりこう濃厚なね、どっちかっていうとこの鍋の出汁は優しい感じの味わいのちゃんこになります。ちなみにそのさっき水に浸してたのはどのくらいつけてたんですか1時間ぐらい。本当はもう内臓を取ってあげて、先に取ってあげてからこう水につけてあげた方がより血は抜けると思うので、まあ時間なかったら一回こう茹でこぼしてあげた方がいいですね。またこれがアクとかいっぱい出てくるので、アクは丁寧に引きながらで、油が浮いてくるからその油を別で取ってで、この炊いてる間に今から野菜を切っていくんだけど、その野菜の端材とかキャベツの芯とかもこのだしの中に入れちゃう、そうしてあげると野菜からもこうだしが出て優しい味わいのこのだしの野菜を切っていきます。じゃあ本当にこう食材を無駄にしないような料理ですね。そうですね、無駄なく。
この芯ね、うんこのキャベツの芯普通捨てちゃうでしょ。はい。これもさっきのだしの中に入れて、キャベツの芯からもこう甘みを引き出すというかね。やっぱこう、うん旨味とかそういうのが一番出るんですか、芯が。いや、芯は本当に甘みが出ますよ、入れてあげると。これ絶対知らない人多いですよね。そうみんなやっぱり捨てちゃいがちですけど、あとはこういうしいたけのこのしいたけの石突き、こういうとこもこうやって切ってあげて、これもこのままだしの中に入れちゃう。なんかこういう本当野菜切ってて出たこういう端っこの部分をジップロックかなんかにまとめて冷凍しといてあげて、こうやってだしを引くときに入れてあげたのね。ごぼう、このごぼうもこのソップ作る上で大事で、このごぼうを水につけるでしょ。この水につけると、この水にこのごぼうの香りとか栄養も流れるから、このつけてた水もさっきのだしの中に入れて、で味付けをしていく。これ水の分量とかは、うんざっとどのくらいとかってあるんですか？まあ程よい感じ。程よい感じはい。分量は分かんないな。でもこのごぼうの汁を入れてあげると、なんかこれがほんと味噌って感じの美味しくなるんだよね。本来はこれもうアク抜きのため、アク抜きなのかな。まあごぼう切ると色が変わっちゃうから、色が変わんないためにこう水につけたりするけど、アクってほどでもないと思うんだよね。だからこのね、そういうのも無駄にしないっていうのが、まあうちのねうちの部屋に世話人で UFO さんっていう人がいて、はい。その UFO さんが本当にちゃんこ作りの名人って言われた人で、もう自分が死んで死の頃は本当にUFO さんにUFO さんのやってる仕事見ながらこう仕事を覚えて、どうやったらこう無駄なく使ってあげれるとか、こう段取りよく仕事できるかとか、そういうことを教えてもらってねやってきたんで、もう本当に大砲親方の右腕的なね存在の方がいらして、本当にね料理ちゃんこ作りの上手な方でしたね。ちゃんこ将軍の師匠ってことですもんね。そうです。ちゃんこ大将軍だったんですね。まあ、僕もね師匠になります。
厳しい方だったんですか？まあそうですね、厳しい時は厳しいし、でも本当にすごい優しい、なんか本当に誰に対しても分け隔てなくというか、こう面倒見のいい方で、本当にいろいろ教えてもらいましたね。可愛がってもらったし、いろんなとこ連れてってもらったりね。その UFO さんも大砲親方に例えばご飯とか連れてってもらったら、その味を覚えてこうちゃんこ作る時にもそういうことを、美味しいもの食べるだけじゃなくてね、そういうのを盗んでこうちゃんこ作りをね、もうみんなにも食わせてやれってことですよね、ただ自分が食って満足するのではなく。でもそれも新屋敷さんはやっぱその教えも守ってるんですか？そうですねまあどっか食べに行ったりした時もそうだけど、まあ YouTube とかでね、はい。そのこういう料理作ってみたいなってのをね、真似してみたり。最近なんかありますか？これちょっと作ってみたいなみたいな。最近作ってみたのが、この間部屋でみんなで飲み会した時に、はい。王鵬関が牛タンを用意してくれたんですよ、うんうん塊の。それでタンシチュー作ってくれってことで言われて、でそれを調べて作ってみたらめちゃくちゃ美味しくできた。僕もうんいただきましたけど、うんうん、絶品でしたなんだこれはと。それはね、YouTube で川越シェフのねはいはい。レシピ動画見てね、ほんとその通りに作ったんだけど、めちゃくちゃ美味しくできて、やっぱ深みがすごすぎて、なんか本当に自分でもそうやって作れるんだと思ってね、動画で見てこうやってみて、本当にできるのかなと思ったけど、本当に簡単に、まあ手間はかかったけど上手にできたんだね。そういうの嬉しかったですね。ぜひそれも今度 YouTube で大竹部屋チャンネルで機会があればお願いします。まあそれは川越シェフの動画見ればいいレシピはね。新屋敷さんの作ってるところも見たいじゃないですか。レシピはその、ね、その参照引用するということで、まあこれでしばらく置いといて、でまた味付けをする前にこのごぼうの汁を入れてあげます。あんまり早く入れると香りが飛んじゃうのでね、これで置いておきます。あとはもう醤油買ってきた。いいよ。ちなみに今日のちゃんこは、ソップ以外には何が？ソップ、今日はだし巻き卵、出た。あと油淋鶏。また油淋鶏やったっけ？取った？でもそれ出てないでしょ動画。出ました。え？出たよ。油淋鶏？
わかんない。まあ長ネギがね今いっぱいあって、長ネギがいっぱいあるけんがらげな。なんか今大竹部屋にすごいこう野菜の段ボールがいっぱいありますけど、あれは一体あれはどこだっけ周一。藤沢。まあ巡業先の巡業でそのトーナメントがあって、で王鵬関がそのトーナメントで優勝して、その場所の景品が野菜50箱届いて、いろんな野菜がすごいたくさんいただいてね、このキャベツもこの景品もキャベツですね、その森川さんで買い物行って優るんですか。勝した優勝された。あ、それついてるっすよ。そのままでいいですよ。大根さん、しいたけさん、穴の開いた、ここにあるよ。あ、玉ねぎだ。あ、いい？3個持ってきてもらっていい？あざます。ありがとう。ちょめ。
人参の切り方、結構こう特徴的だと思うんですけど、そうまあ乱切りなんかやっぱ普通なんかねもっとこう半月切りとかにしがちですけど、ソップやるときはこの切り方でね、やっぱこうちょっと大きめに切ってあげた方がこのだしがこう染みてね、めちゃくちゃ美味しいのね。なるほど。大根人参こうして切ってあげると。これはちょっと先に下茹でしてあげます。でこれはだしね。これですね。これはソップと合わせるだし、かつおだし、あとだし巻きに使うようで、こういう業務用のだしのパックを作ってるところの社長さんが差し入れてくれて、めちゃくちゃ美味しいだしが出る。でいつもはこのガラに本だしとかだしの素とか直接入れて、まあ、かつおだしと合わせるみたいな感じなんだけど、今日はこの鶏ガラとパックで取ったかつおだしと合わせてあげる。本当にこのなんて言うんだろう、塩分が入ってないんで本当に純粋なかつおだし、なんかこうやっぱりどうしてもスープの素とかだしの素を使うと塩分が入ってるからちょっとこうしょっぱさが残るっていうか、そういう感じがあるんだけど、やっぱこうやってだしで取ってあげると本当に優しい味わいのスープになる。ちょっとこういうパックのだしとかちょっと使ってあげてみてもいいと思います。お互いにそのメリットデメリットがありますもんね。新屋敷さん苦手な食べ物とかあるんですか？いやそんなにないかな。もともとは嫌いだったけど部屋入って食べれるようになった。それ何だったんですか？何がですか？納豆とか。ああ、はいはい。納豆とかすごい嫌いで食べれなかったんだけど、先代の大竹親方がなんか嫌いな食べ物あるか聞かれて、俺は昔新弟子の頃納豆が嫌いですって先輩に聞かれて言ったら、こんなボウルに納豆入れられてお玉で食わされたんだよって話聞いて、納豆が嫌いですとは言えなくて、で我慢して食べてたら食べれるようになった。もう結構パワープレイで克服したみたいな。まあね、そんなことはなかったんだけど、嫌いって言ったらそんな風にされるって聞いたらね、嫌いですなんて言えなかったから。そのエピソード聞いた後にね、納豆嫌いなんですよねってちょっと言いづらいですよね。空気的にね。まあでもね、そうやって食べれるようになったかな。親方もそれで食べれるようになったっつったらね、無理やり食わされて、まあね、どっちがいいのか分かんないですけどね。まあでもそのアレルギーとかだったらちょっと話別ですけど、単純に味のね好みだと思うんで。でもそんなもんかな。他に苦手なものはあんまないですか？こんにゃくもね、ちょっとこう叩いて柔らかくしてあげて、
ちぎったの。これ意味あるんですか？なんかちぎるの違うんですか？切るとは。こうより味が染みやすくねさせるへためにこうやって一個ずつちぎってあげる。え。これ断面の問題なんですかね。うん、包丁でこうスパッてやるよりもこうよりね味が染みるっていう、これも昔からの教え。一旦だしの様子を見てみる。あれからしばらく経ってこの澄んだスープの感じわかる？綺麗でしょ。うん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 。でこの上に血抜きもしてあるからアクもそこまで出てない。はい。内臓とかがついたまんまだともっとこう黒いアクとかが出ちゃってちょっとこう出てるアクを取ってあげる。でこのアクと一緒に油を取らないようにこのアクだけ丁寧に。本当に透き通ってますね。うんこの分かる？この浮いてる油映像でもバッチリ映ってます。バッチリ映ってる。この油が重要。もうちょっと炊いてあげてじっくりこう炊いてあげてこの油を先に別の器に取っておく。お玉ですくってあげてここにお肉とか一緒に入れちゃうとまたアクが出た時に油をすくっちゃうんでもうちょっと経ってから油だけすくってあげます。ちょっと凍ってんな。初一これ胸とさもも2枚だけ置いとくからそれもあれしちゃって2キロじゃ少ないと思うから続いてこちらの鶏肉はこれは鍋用の鶏肉で今日もすごい量ですね。まあ2キロ鍋で油淋鶏にも鶏肉を、まあ、油淋鶏はもう胸肉で
3キロぐらい。そのまな板取っといてもらっていいですか？うん。使います。酒井さんは今これは何を作ってるん油ですか？淋鶏のタレを作ります。醤油と醤油と酢。何対何ぐらいですか？ 1対1です。よいしょ。はい。砂糖も入れます。お玉で測ります。もう大さじとかじゃなくてじゃなくてお玉なんですね。自分お玉で計算してますいつも。大さじ換算を全部お玉に変えてお玉でやってます。そのぐらいの量ってことですもんね。そうですね。だからその普通にこう大さじ何杯とか言われてもわからないんで、それを大さじ何杯とりあえず大さじ1杯とかのやつを全部換算するとき1対1対1とか全部そういうので計算して、それを相撲部屋らしくお玉でいってます。これでも少ないと思うんですけど、生姜入れます。入ってねえじゃん。あ、いいよ。汚いな、この周りが。ごま油もって書いてあったんで入れます。ニンニクも同量。ごま油はそこまで入れなくてもいいと思うんですけど、まあ、一応入れろって書いてあったんで入れます。これにネギ入れます。ネギもたっぷり。はい。そうですそうです。これでタレの完成です。ミャンが、卵をね、20個割っといてほしいんだ。わかりました。終了です。注目かな。これアベンジャーズ
鶏肉切ります。皮はちょっと取ります。理由はないです。はい。こそこそ何やってるんですか？卵職人。卵を割る職人です。卵割り職人。何個割ったか忘れてたじゃないですか。何個ですか今？ 16か7かそこら辺だと思います。17ですね。今日何個？あと3つです。20個です。はい。なるほど。ちょっとだけ入れます。酒に下味で塩コショウ。はい、終わりです。これで終わりです。ちょっとつけときます。でそのままこの後にあ、大丈夫、自分でやる。ありがとう。はい、これで終わりです。これでこの後に片栗粉つけて揚げて終わりです。本日も終わりです。あっという間でしたね。はい、あっという間です。そうっすね。冷蔵庫入れてく？あ、入れなくていいです。入れなくていい？はい、入れない方がいいです。今日油淋鶏と何て言いましたっけ？ソップとだし巻き。ああ、余裕だな。じゃあ明日俺休みで。だしに、かつおだしにお砂糖、ちょっと甘め。これは好み分かれるところだよね。卵甘い方がいいって人と、これは塩甘くない方がいい。ちょっとお醤油。で、だしと卵の量はだいたい半々ぐらい。ちょっとだしあんまり入れすぎると焼くのが難しいんで、まあちょっとだし 5対4ぐらい、だしが4ぐらい、まあ半々ぐらい入れてあげるとプルプルのね、これは甘い方がいいんだよ。ちょっと力士の皆さんの好みはどんな感じなんですか？いやもうほんとまちまちですよ。こてつはもう甘いの。ああ、もうなんかイメージできますね。親方と須崎はうん。
甘いのは嫌だって言ってますね。うんうんうん。名古屋、まあ東海、まあ虎鉄も東海なのか三重ですからね。まあまあ関西一関西。な、まあ虎鉄がちょっと特殊なあれかもしれないけど、糖分が好きなだけですからね、小鉄さんはね。やっぱりねその土地によって味付けってだいぶ変わってくるよね。卵、これはもうよーく溶いてあげて、これやっぱよく溶くのが重要ですか？前はねざるでこうこしてあげたこともあったんだけど、えざるでこそ本当に滑らかになるんだけど、でもそこまでするのもね、そこまでしなくてもこうよく溶いてあげれば十分滑らかになるんだね。もう本当に黄身と白身がこうもう一体化するぐらいのうん感じですね。そうですね。OK、これでだしと、ちょっと熱いかな、だしが多かったな。よっ、じゃやっぱ家庭とかだとこう顆粒和風だしとかをうんそのまま卵に入れたりとかするじゃないですか。うんやっぱこうなんだろう、液体である程度その割るみたいなことをやった方がトロトロになるんですか、いやその完成が。多分そっちの方がいいと思うけどな。うんこうよりこうプルプルなねお水で割ってあげた方が。油をね、その油二度漬けするのは何か意味あるんですか？いやわかんないいや多かったからちょっと減らしたね。でもね卵焼き焼くときは油たっぷり入れてあげたふわふわになるから。よいしょ。うわふわふわ。なんかオムライスとかでしか見たことないうんふわふわ加減ですね。今日のだし巻きすごいね。
そう大丈夫。麺が卵焼き用のお皿出しといてもらっていい？あそこに入ってる白い四角いお皿4つ出しといて。どう？このプルですね。プルプル感。あ、落ちる。もうちょっと置いてあげた方がいいんだけど。いいでしょうわ、綺麗な断面。なんか本当お店屋さんの卵焼きみたいですね。う。じゃあこれをこんなもんでいいでしょう。はい。あちゃ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 。この油を鍋を盛り付けて最後完成した後にこう上から回しかけて。で柄を出してあげて。はい、これで鶏ガラスープの完成。これがもう本物の鶏ガラってやつですよね。鶏ガラスープですね。そうですね。
でこいつにこのかつおだしを合わせてあげると。まあ本だしで大丈夫です。だしの素でやるんだったらご家庭で。こんなもん。よいしょ。よいしょ。やっぱこう1個ちゃんこ鍋ちゃんこ作るにしてもうん。手間のかかり方というか、こだわりがすごいですね。将軍やっぱすごいですね。いやこれは部屋のね伝統だから。それは俺のあれじゃない。こういう仕事の丁寧さもね、やっぱり先輩方に教わってきたもんだから。結構この肉から油も出るんだけど、肉の皮からね、はい、これはちょっと取っちゃう。うーん。アクと一緒に。それ取る理由は何かあるんですか？また柄から出る油とはちょっと違うんだよね。うん、まあ美味しい、それもそれで美味しいと思うんだけど、あんまりにもありすぎるとちょっとくどいんで、この柄から出る透明な油だけで、ここに玉ねぎ、まずは玉ねぎ。はい、玉ねぎだけスープの中に入れちゃう。こいつだけもう玉ねぎすごい甘みが出るし、あと火通るのが遅いっていうのもあるから、玉ねぎだけ先に入れてあげる。こうか。鍋がちっちゃかった。ごぼうの汁よっ。ちょっと多すぎた。じゃあ今ごぼうの汁を入れて味付け、はい、まずお砂糖が結構がっつり入ります。お玉何杯分ぐらいですか？難しいよねそこは。まあ最初とりあえず入れて後で微調整みたいな感じですか？ちょっと濃いめに味付けといて、野菜を入れてね、また味を見て、お醤油、あ、待って、俺お酒を入れてなかった。本当は最初のお酒ですね。最初にお酒、まあ飛ぶから日本酒ちょろちょろっとで、お砂糖を入れて、お醤油、最初にお酒入れて沸かしとかないとアルコールが飛ばないから味見してもちょっと分かりづらい。なるほど。美味しい。
うちょっと濃いめに。はい、いただきます。いかがですか？バッチリ。バッチリ。出汁が効いとる。たまらん。うまい。これで鍋に先にこの鶏肉と玉ねぎを入れて、その上に野菜を盛って、最後にこの出汁をかけて、で鶏の油を回しかける。一回移すんですね。うん。これは盛り付けをきれいにするためにね。うん、いいよ、ありがとう。でこいつに油を。おい。最近ハマってることっていうか、知り合いの方に知り合いの方がからいただいたお土産でいただいたひまわりの種、食べてたらめちゃくちゃ美味しくてハマってます最近。よくプロ野球選手、メジャーリーガーが、はい、美味しいですよ。現地で食べてるやつ本当に美味しいですよ。はい。こちらでそっちやったか。かけすぎかも。
ますトップをあ、いいです。いきます。なんか最近カラフルなしてますけど、誰にもらったのそれ。どうしたんですか？無道法さんに買ってもらいました。あら、酔っ払ってたかじゃなくて。いや普通にいいなと思ったんですけど、いいなってなってちょっと自分で着るにはちょっとあれだなと思ってこれいいなと思ったんで次着てっつって自分もこれ買いたい欲しいなと思った。そういう浮き輪あるよね。あれはよくプールとかで見る上半分が透明のやつ。下半分が透明か。これ次回これ買いたいなと思ってたんで、おい、はい、買っていただいて。引き返してまで買いに行ったんでしはいそうなんですか？そうですね。2、300メートル離れたところぐらいまで自転車で帰ってたら、いょ。測ったの？や測ってないです。約ちょうだい俺にでなんか最初冗談で買ってあげるよって言ってると思って、本気で流したもんねあーみたいない本気かなと思って。やなんか白のこういうのって透けるやつすごい透けるんで、んちょっと怖かったんで別に着させたらいい感じで2、300メートル先行った後に、はい、その後は冗談じゃないよって言ったんで、はい、ボンクレだったらどういうふうに言うの？冗談じゃないわよ。こんばんは。さあ何しようか。オムライスですかねいやまあ昼はアスパラのアスパラオムライスアスパラガスアスパラガスやここんばんは。いきます。宮川さんいかがですか？今日のソップは。あしゃべっちゃダメですどうすか？野菜の味感じる。美味しいっていうことです。よくやってるんで。お肉の味が強い。那谷さん油淋鶏いかがですか？これ油淋鶏って言うんですねえ、初めて食べましああ、実はそれ油淋鶏って言うらしいんですよ。た油淋鶏美味しいですねまあ今はもう味付けとかどうですか？最高ですねこ小田さんキャベツでどうですか？油淋鶏のタレとめっちゃ合いますね。マヨラーの小田さん的にはマヨネーズかけて食べたいんじゃないですそれはキャベツにですか？か？はい。いやキャベツにはドレッシングか、はい、マヨネーズはあんまかけないです。で油淋鶏にマヨネーズも違う。違いますね。まあ、卵焼きとかにはかけますね。卵焼きに？かけるでしえ？ょ。かけるときとかけないときあります。だし巻きはかけないです。かけるっていうか、まあ、つける。マヨネーズ。卵焼きたまに
そうしよう。まあ美味しいよ。こいつは甘い卵焼きの方がいいですよ。これ甘いじミャンが持ってきてくれるよ、前のゃん。ありがとう。優しいお父さんでしょった。謝った方がいいよ、新さんに。すいません。反省込めて出しまいたのにさ。いや、作ろうと思ったけど、すごいね。うまっ。めっちゃうまいです。久々にマヨネーズかけました。嘘です。嘘久々にマヨネーズかけました。嘘これだって大体小鉄だもんね、全部。使ってんの。いや、巡業でこてつにやるときとかマヨネーズほとんど減らなかったですよ。料理で使う以外みんななんか別にこてつが持ってきてくれてあったら使っちゃうんですけど、なかったら使わないんでマヨネーズなんて買い出し行くことはあんまなかったです。たまに歯ブラシにつけて磨いてるもんね。やば。洗顔もマヨネーズ。めちゃくちゃです。